皆さんこんにちは。アンの茶道生活へようこそ。この白壁の街並み、どこだかわかりますか？萩市観光の定番とされる萩の城下町です。今回は萩焼きを巡る旅に参りました。前回の動画では萩焼きの名跡である坂高麗左衛門窯を訪ねました。今日はお食事処と萩の銘菓、そして寺町にあるお寺さんでお茶を一服頂戴いたします。では早速懐石料理を提供される網代に行ってみましょう。部屋にはうかごに鮎の軸がかけられており、窓の外は青もみじにつくばい、なんとも涼やかな景色です。このお店は小泉元首相も総理大臣の任期中に訪れたことのある名店です。茶懐石風のお膳を注文しました。お膳の上には飯碗と汁碗、向こう漬けが乗っています。向こう漬けのお皿はプラチナ油がかかった三輪花子さんの作品。日本海に面した萩は新鮮な海の幸に恵まれています。煮物碗が来ました。ワクワクしながら蓋を開けます。ふわっといい香り。碗の蓋には七夕の文様が描かれています。じゅんさいが浮かんだ汁の下には大きな牡蠣が入っていました。ではいただきます。言うまでもなく美味しいです。預け鉢として出された鴨なすの揚げ浸し、わらばいの貝らけと呼ばれる素敵な器ですね。こちらの大皿には焼き魚やお野菜など口取りが盛られています。お皿の文様をよく見ると波打っているように見えます。これは大和康夫さんの作品で、実は松の台に打ち付けて松の年輪を写し取ったそうです。最後にウニがたっぷり乗った網代さんオリジナルのウニ飯が出てきました。残さず全部おいしくいただきました。茶懐石膳というだけあり、最後に薄茶が出ました。茶碗はもちろん萩焼きです。萩の代表的な作家の抹茶碗とともにおいしいお食事、すっかり堪能しました。興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますね。次は萩の銘菓をご紹介します。訪れたのは幕末に創業された三国本店さん。このゴロッとした大きなフォルム、夏みかんの形状そのままです。茶人の間では言わずと知れた夏みかん丸漬け。中には白羊羹が入っていて、口に入れると皮のほろ苦さと上品な甘さが口いっぱいに広がります。一子相伝でその技法を守り伝えられているのですが、太っ腹のおかみさん、なんとその作り方を親切丁寧に教えてくださいました。皆様にはその様子を少し見ていただきながら、萩と夏みかんの物語について少しご紹介しますね。もうね、癒される。こうして全部削るわけで、削り取るわけですよね。こうしてですね。で、まあ一応、いい香りでしょう。これの夏みかんのね、ギリギリの感じ。柑橘の匂いが大好きで。そうですか、それはよかった。萩で夏みかんの栽培が始まったのは明治維新の後です。廃藩置県により職を失った武士たちが庭に夏みかんを植えて生計を立てたのです。今ほど果物のなかった時代、夏みかんは高価な果実として東京や大阪にも出荷され、萩の一大産業に成長したのです。そのため夏みかんと土塀の風景は今でも萩の代表的なシンボルとなっています。夏みかん丸漬けの味、気になるでしょう？お取り寄せが可能ですので、どうぞ概要欄のリンクをご参考ください。そして作り方が気になった方はぜひ本店まで訪ねてみてくださいね。おかみさんにアンの茶道生活見ましたよと声かけてみてください。
きっとあらよく来たわねと元気な声で迎えてくださいますよ。もう姉御肌って言いますか、切符のいいおかみさんです。もう一軒和菓子屋さんに寄ってみましょう。こちらのお店は花車さん。店内所狭しにお菓子がぎっしり並べられています。すべて店主である橋本さんの手作りだそうです。おも菓子だけでも10種類以上あります。キウイやブルーベリーが入ったお大福まで、本当にエネルギッシュ。一番得意なものはとお聞きしたら、寒氷と即答です。ちょうど今乾かしている爽やかな青もみじがありました。透明感のある紅白糖と比べ、寒氷は練って乳白色にしていきます。外はシャリッと、中はねっとりとした甘いお菓子です。こちらには萩の情緒あふれる白壁と夏みかんの可愛いセットがありました。これだけ作られるってことは、それを求めてやってくる方がいるってことですよね。お土産を用意してくださいました。なんてお優しい。私もいろいろ買ってお友達にお土産に持って帰りたいと思います。さあ、最後はお茶を一服いただきに参りましょう。オランダに住む友人から巡り巡って寄せられたご縁で、北古萩町にある本行寺に参ります。山門には表千家茶道無着庵の札が掲げられています。本行寺の縁起はなんと江戸時代にまで遡るそうです。現在のご住職玉井正源様は第26世となります。奥様の妙正さんはとびっきりの明るさでボーダレスなお人柄。実は今日初めてお会いするのですが、まるで旧知の仲のような距離感で接してくれます。山門には無着庵とあるように、本行寺では中学生から80代まで老若男女がお茶のお稽古に見えられます。ご夫婦で20年近く通われている方々もいらっしゃるとか。皆さん一服のお茶を立てて静かな時を求めて来られるのでしょう。もしくは妙正さんとのおしゃべりを楽しみに来ているのかもしれません。お二人とも世話好きのように見えるので、いろんな方々の相談にも乗っているのでしょうね。お話を伺っていると楽しくって、私が萩に住んでいたら毎週通ってしまいそうです。おいしいお茶をいただいて日も暮れてきました。妙正さんは今茶事の料理研究に励んでいるそうなので、来年は一緒に茶事でもしようと約束しておいとまします。ありがとうございました。さて、ここで一つ朗報です。前編でご紹介した萩焼の宗家である坂釜の坂優太さんが14世坂高麗左衛門を襲名しました。おめでとうございます。今後のご活躍が楽しみです。皆さんいかがでしたでしょうか。萩の魅力は歴史と文化、そして美しい自然とおいしい海の幸だけではありません。明るくて気さくな人々にも魅了されます。旅はその地の人々と触れ合うことで、より思い出深いものになるのではないでしょうか。皆さんも機会があったら、ぜひ歴史ロマンあふれる萩を訪れてみてください。今日ご紹介したお店やお寺の詳細は概要欄に記しておきますね。そしてよろしければグッドボタンとチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。